はい、どうもよろしくお願いします。高倉和也です。ということで、毎週水曜日夜9時から配信しております、高倉和也の怪獣た話生配信でございます。よろしくお願いいたします。ということでね、みんな、チェーンソーマン見た？いきなり全くサムネと関係ない話から入りますけれども、チェーンソーマン見ました？映画の。感想はまた後日ね、月末の、配信でやりますけども、あれはすごいぞ。すごすぎたぞ、本当に。ね、マジで劇場で浴びた方がいい、合法的な気持ちよくなれる映像。めちゃめちゃおすすめですというところで、ね、最初にそれだけお話ししておこうかなというところでございますが、さあ今日はね、一体どんなことをやるのかというところでね、いろいろコメントをいただいておりますね。一体この告知を僕はどこで出しているのかと。毎回見事に一人も正解を出してこないからな。このみんななんか、あれサムネとかバグで表示がおかしくなってんのかな。毎回ね、違うんですけれども、今回は高倉さんがロケットでまっすぐ月に行ったら、ナタール人がいるだけではなく、ルナチクスやモチロンもいて、お祭り騒ぎしていて、月星人の、南優子が大歓迎してくれた話ですね。楽しみです。ね。今回はナタール人以外はウルトラマン関係の怪獣でネタを固めていましたというところで楽しそうですけどね。うん。むちゃくちゃ盛り上がりそうではありますけれどもね。なんかその彼らの中だけですごく盛り上がってる中に急に地球人の僕が行くとなんか「なんだよお前空気読めよ」みたいな一人歓迎してくれてるけどなんでお前あいつといい感じになってんだよみたいな感じになってねなんか居づらくなってすぐ帰るかもしれないですけどもね、それからこんばんは今回は高倉さんが愛用している等身大若林さん抱き枕を紹介するんでしたね。ね私は地球の日本の芸能人、そしてあなたのボディが、もう食べられないよ。この流れでもう食べられないはおかしいけどね。ね、あったら買っちゃうかもしれないけどね。それから、今週は江沢民と江沢民と大田区民とピクミンこの4つの違いについて各種専門家を呼んで高倉さんを司会に解説し合うという内容でしたね。ちょっと江沢民専門家と大田区民専門家のね政治的な主張が食い違わないか気になりますけどね。そこがぶつかるとちょっと面倒くさそうだなというね。はい。それから実写版セーラームーン2026のタキシード仮面に高倉さんが立候補するんでしたね。これ前配信で言いましたがね、僕幼稚園の時のお遊戯会みたいなお遊戯発表会みたいなやつでタキシード仮面役やっててね、めちゃめちゃその時ねコロコロと太った子供だったのでねもうパツパツのタキシードパツパツのタキシード仮面やりましたけどもね。だからねちょっと本当に何年越しだ30年越しぐらいに再演するというねところでね、それからこんばんはこんばんは、それから今日は高倉さんがノーベル文学賞の候補にノミネートされた話でしたね。ね、多分あれだろうな村上春樹的な毎回ノミネートはされるんですけどねっていうね。ふんふんふん。あ、なるほど。ゴジラ関係で月に関するネタがなるほどね。うん。結構そう、案外僕もね、今回これでやろうと思った時に、もうちょっとその、ね、月関係というか、月面関係あるかなと。宇宙大戦争とかね、そっちの方に話を広げればもうちょっとあるんですけど、ゴジラ関係、ガメラ関係って考えると、そう、案外ね、なかったなっていう。うん。そう、後で話しますけども。はい。それからこんばんは。今日職場で、3歳の子供に、先生、シャフィラファルって言われて、シャフィラファと聞き返すと、どうも合ってるみたいだったので、先生、シャフィラファないなと言っときましたが、高倉さんはシャフィラファルことありますか？シャフィラファルことね、すごくあれでしょブルボンから出てるブルボンから出てるあれでしょシャフィラファルでしょなんだろう人からもらうと嬉しいけど自分からは買わない系のお菓子みたいなね。シャフィラファル美味しいですよねサクサクでね。うん、すごいおばあちゃん家とかに行くとあると嬉しいやつですよね。うん。なんだシャフィラファルって謎すぎるな。うん。ね、
そういう子供の独自言語みたいなの面白いですよね。はい。なんかチェンソーマンってチェンソーを持った大男の殺人鬼が襲いに来る映画だよね。うん。全然違うよって言いたいけど、ちょっと合ってるかも。ちょっと合ってる部分もなくはないような気もする。うん。うんうんうん。先週の歴史探偵のゴジラ特集、初心者にはちょうどいい内容でしたね。でも案外その角度が面白かったというか、先週のね、歴史探偵。まあその楽器のね、そのチョイスの部分とか、あえてバイオリンで低音を弾くみたいなところとかね。あとね、なんか番組予告でもあったそのアメリカ政府とのうんたらかんたらみたいなところね、なんかあれ僕もその当時配信で喋ってたね、X でもちょっとリポストしておきましたけど、あれ沖縄タイムズだか琉球新報だかなんかその辺の新聞社がすっぱ抜いたっていうか、あれの内容でしたよね。うん、結構そこもついてくるのかという感じがして、角度が面白かったなという感じがしました。うんうんうん。なるほど。ウルトラマン S のメインヒロインである闇に横は地球人ではなく、ああ、なるほどね。はいはいはい。ウルトラ関係の方が案外そういう月要素多いのかもしれないですけどね。うん。うん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 。え、お菓子っぽいですかね。うん。あれ魔人ブーの間違いではそれ、あれですか僕のパツパツタキシード画面のことですかね。いやいや、タキシード画面やりましたよ、ちゃんと。ちゃんとムーンライト伝説踊ったし、幼稚園の時。別に、ね、ドラゴンボールの主題歌とかでもないし。ちゃんとね、ボタンが飛ばないようにちょっと延長したようななんかズボンでやりましたからね。はい。うん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 。さあ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 。それじゃあ、早速やってきますかね。ということで、本日の内容、こちらでございます。まあ、10月ということで、ね、2日前月曜日がちょうど十五夜だったんですかね。っていうところで、まあ、お月見の季節というところで、ね、まあ、お月見といえば、ね、月を見るということはですね、やはり月面基地だろうと。月といえば月面基地というところでですね、まあ、ゴジラガメラ映画の中でですね、登場した月面基地特集というところでちょっとその辺をねかいつまんでというかね、取り立ててみようかなというところでございます。まあ、いろいろ調べてみるとですね、なんとなくその僕の印象の中ではですね、昭和ゴジラシリーズ特にそうなんですけど、もうちょっとその月面とか出てくるかなと、月基地みたいなものって出てくるかなと思ったんですけど、案外ね、もう宇宙大戦争の時点でですね、木星じゃないわ、X 星か。X 星まで行ったりとか、ね、もう月よりさらに遠くの星にっていうパターンも結構あったりとかして、月面っていうことで絞ると、怪獣送信劇だけだったんですね、この、まあ、ゴジラシリーズの中でいうと。まあその怪獣送信劇に出てくる月面の基地、まあ、人間が作った方というかね、そちらの方の、まあ、概要とですね、まあ、ちょっと調べてみて見てみて気になるポイントというのをちょっとお話ししてみて、もう一点ですね、今度ガメラの方も行こうじゃないかというところで、ガメラ作品ガメラシリーズですね、まあ、月面基地が出てくるのは、深海怪獣ジグラですね、この映画の中に登場する月面基地というのをですね、まあこちらも概要をお話しした後に、気になるポイントをお話しするというところで、やっていこうかなと思います。まあなんやかんやちょっと画像引用も多い回といいますか形になるので、まあいろいろ僕がこう思ったとかっていうところを話しつつ、皆さんからのご意見もいただいていこうかなというところでございます。はい、ということでね、くしゃみが出る寸前でちゃんとマイクをミュートにして偉いと。ね、マイクをミュートにできる36歳というところでね、やっていきたいと思います。はい。さあさあさあ、そう、意外とね、これ以外ないというか、そう、ゴジラ作品、ガメラ作品でいうと、まあ、この2作品なんですよね。うんうんうん。はいはいはい。あ、ウルトラマン世界、結構その、ね、まあ、この後触れますけど、やっぱり年代的な部分もあったりとか、まあ、そもそもねウルトラマンが、まあ、宇宙からの来訪者的な要素もありますから、まあ、宇宙関連の話も出てくる。そうなると月面とか月のエピソードも増えてくるのかなという感じもいたしますね。うんうんうん。うんうんうん。ね。13日の金曜日のジェイソン、実は
ね、チェーンソーを持ってるイメージがあるがという話。ね、結構割と、そう、なんだろうね、勘違いされがちなところですよね。うんうんうん。さあ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 。じゃあやっていきましょうかね。月一はライフワークバランスが大事。その辺も確かに考えてみれば昭和っぽい働き方だなというところもあったりとかして、ちょっとやっていきましょうかね。まず最初、こちらです。怪獣送信劇の月面基地でございます。一応これ、まず画像から出しましょうか。こちら。これですね。予告編の方から引用しております。ちょっと拡大してみましょう。こんな感じの外観でございます。はい。この左がね、司令塔と言われる、建物、建屋ですね。で、こっちにこのムーンライト SY3 という、この映画で出てくる、宇宙艇ですね。宇宙船といいますか、宇宙艇の、ブースターが射出できるようなカタパルトみたいなのが置いてあります。こんな感じで登場する怪獣送信劇の月面基地でございますけれども、こちらですね、一応設定面からいきますか。1968年公開の怪獣送信劇に登場しておりますが、国連科学委員会ですね、UNSC が開発所有した、国際機関なんですね。で、どんなことをしているか、月面の探査探検と、ムーンライト SY3 の中継基地としての役割を担っているということでございます。さっきも説明しましたけど、司令塔と SY3 のブースター発射ランチャー、ねでもその他の建造物もちょこちょこ見られます。この奥の方にあるね、こちら、この辺の建物とかですね、この辺になんかタンク的なものも見えますね。はい、で一応これ切れちゃってるんですけど、左側にもちょっと建物があったりとかしてっていう構造になっております。はい。そして、一応ね、インフラ関係としましては、テレビ電話で地球との通信もできますよと。ね。いわゆるなんかレトロフューチャー的な感じですよね。テレビ電話なんだけど、そのつないでる、その電話の部分、音声を伝える部分は、もう昔のその公衆電話みたいな、でっかい受話器で話しているというね、テレビ電話で地球との通信も可能です。そして飲み物ですね。多分これコーヒーだとは思うんですけど、これが入れられるような設備もあると。多分そのコーヒーメーカー的なものとかねもあるし、ちゃんと水道も完備されているということですよね。水も確保できるということになっております。この辺がざっくり概要ですね。うんうん。なので割と勤務中にね、コーヒーでも飲んで待とうじゃないかみたいなね、セリフがあったりとかして、いわゆるそのなんだろうな、僕は経験がないので当たり前ですけど想像になっちゃいますけど、ある程度こうゆったりとしたタイム感覚というか時間の流れの中で働いてる、ちょっとこの昭和の頃の職場というか社会みたいな感じなんじゃないでしょうか。はい。うんうんうん。はいはいはい。条約とかは南極のような感じなのかな。あ、なるほどね。確かに月のその所有権みたいなところってこの世界ではどうなってるかっていうところですね。現実だとなんか効力があるかは知らないけれども、なんか月の土地売りますみたいななんかね、ハリウッドスターとか持ってるみたいなね話もありますけど。うん。ある意味その南極探検の南極基地みたいなそこからのイメージも持ってきてるのかもしれないですね。あのそうだね、ちょっと先に、次のテロップに行っちゃおうかな。その話にも関連するところがあるので、はい。で、割となんだろうな、建造物の特徴を見てみるとですね、あの、これ一応内装からいきますか。この、司令塔、この左の建物ですね。この中にいろいろ通信設備とか、そこで働いてる人がいるんですけど、内装がこんな感じなんですよ。で、これ見る限り、なんだろがっつり宇宙っぽいっていうよりは、ちょっとその工場とか、そのあたりのニュアンスを感じるんですよね。で、改めてもう一度こっちのね、宇宙船の構造を見てみるとですね、この部分、足がね、結構太いんですよ。で、
いわゆるその宇宙のイメージって年代的に言うとこれアポロ打ち上げのちょっと前なんですよね。一応ここにも入れてありますけど映画公開アポロ計画によりおける有人飛行の成功の前なんです。まだなんでその月面着陸よりもさらに前っていうね、形になってるんでまあ情報はある程度出てるだろうけど世間的にはあんまり一般的なそのね教養というか一般的な認識としてあんまり宇宙のその月面着陸船みたいなものってどういうものかっていうのはもしかしたらまだこの時代にはあんまり伝わってなかったのかなと思いまして、でだからこそこの宇宙司令塔のイメージだし内装もこんな感じでちょっと見やすいようにこう画像を加工してみたんですけど、ここ分かりますかね。この司令塔の脚部結構太いんですよこれ。これ一瞬ここのね外側だけしかない細い脚部かなと思ったらちゃんとこう補強が入ってて、なんかこう橋のね橋脚っていうんですかね、川を渡る橋を支えてる足の部分みたいな感じで、結構太めに作られてる。なのでその当時の宇宙のイメージというか、月面のイメージを反映してこういう形になってるのかなと。要はまだね感覚的に月面の重力がそんなに強くないっていうのが世間にそんなに浸透してないから、こういう形で基地としてやるってなるとある程度太い足でちゃんと地面についてますよみたいなことが形として見て取れないと嘘っぽくなっちゃうけど、作る側はある程度その辺の知識をね、調べてやってるはずだから本物の月着陸船はそんなどっしりしてないよと、ね、いうところがあるからちょっとここの下はスペースを空けて、少ない設置面積でこう支えるような感じ、その本当の部分とでもお客さんに引っかかりがないようにうまく伝えなきゃっていう部分のちょうどこう間の感じを狙ってるんじゃないのかなという感じがしますね。はい。へー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 はい。ね。ということで、いろいろコメントもいただいております。はい。司令塔、誰の足が大根ですって。いやいやいや、そんなことは言ってないじゃないですか、司令塔さん。司令塔さんって誰だよ。司令塔さん、職場の先輩なのかな。うん。うんうん。月の重力は地球の6分の1だから風が吹いても飛ばされないようにするというね。うん。はいはいはい。そのためにがっちり固定する必要はあるのかな、一応。うん。うんうんうん。ね、匠の作りが、こだわりが伺える見事な建築ですね。ね、この辺のこのデザインとかね、なかなかこだわりを感じるところがございますよね。うん。うん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 。なるほど。結構南極基地感覚なんですかね。やっぱりこの辺の内装とかもそうですよね。ちょっと基地っぽさ、宇宙基地というよりは、なんかこの既存の辺、辺境の地のなんか前世基地というか、なんていうの、その、なんか前衛基地でいいのかな、なんか前線にちょっとこう仮というか一旦作っとくみたいな感じの基地っぽいイメージも入ってるかもしれないですよね。うん。うんうんうん。月は真空だから風吹かないよってね、うん。でもあんまり俺ちょっと言い切れなくて大気はもしかしたら何分の1かはあるのかもしれないなとか一瞬考えちゃってね、うん。でも星条旗の旗がこうはためくはたむかないでこうあれどっちがどっちが正しいんだっけな一瞬わからなくなるというね。はい。うんうんうん。で他のね部分も一応お話ししておくと、司令塔の上部にねなんか設備見えますよねと、これなんだろうというふうに考えてみたんですけど、どっちの方が見やすいかな、こっちの方が分かりやすいか。この上にねここにあるやつね、なんかこれ明かりがついてるから
いわゆるその空港とかでいうその管制塔っていうんですかね、そういう役割もあるのかなと思うんですけど、まあ多分これ電波塔じゃないのかな。で、こっちにこうある、これちょっと見づらいですけど、映画本編で見るとね、くるくる回ってるなんかアンテナみたいなのが出てくるんですよね。これ多分レーダーなんじゃないのかな。まあ、レーダーで周りをこう索敵というか、ね、様子を伺いつつ、こっちから電波を飛ばしてこう地球と通信をしているという、そういう構造になっている。だからまあこの通信設備も兼ねてるというか、まあ、そういう機能もついてるわけですよね。うん。まあ、これ案外これね、この画像を拡大すると気になってくるのが、この、よいしょ、貼ってあるというか、まあ、こうなんか書いてあるんですよね。で、これ、最初はなんか、さっきのその、国連の宇宙開発、国連科学開発委員会でしたなんかその、あるじゃないですか。えーっと、さっきのやつね。国連科学委員会、UNSC。これのロゴが入ってんのかなと思ったんですけど、なんか違うっぽいんですよ。まあ、いきなり N だしね。うん。で、なんか、どこにかこう、いろいろ赤さ調整したりとか見てみると、ナンバー1って書いてあるんですよね。うん。だから、まあ一応この船が、この辺の基地における1号艇なのか、それとも建物のナンバーが振られてるのかわからないですけど、なんかそういう形で建物であったりとか、まあ、施設であったりとか、その辺を管理してるっていうことになるのかなと思いますね。からまあ、ここの実際の画面ではあんまりちゃんと確認できないんですけど、例えばこっちの方のね、まあブースター出す用のカタパルトの方にナンバー2が振られているのか、何なのかっていうところですので、うんうんうん。まあ、そういう細かい設定というか、描写もあったりしますよねというお話ですね。はい。うんうんうん。うん。月の表面はナトリウムやカリウムにより地球の10強分の、10京分の1程度の大気があるそうです。なるほどなるほど。あ、そうあったとして、じゃあ風はどう吹くのかっていうとこが問題ですけどね。うん。うんうんうん。ね。今だったらどういう建築になるのか。ね。案外そのこの後に出すガメラ映画の方の建築に近くなるのか、あるいはまあそのアポロ時代のその着陸船みたいな形になるのか気になるところではありますよね。うん。うんうん。南極基地イメージだったのかってことは帰る時は犬2匹置いていくのかなこれも完全にもう動物実験宇宙に置き去りはちょっとなそれでなんか何年か経った後にもう一回岸に行ったらその犬生きてたらね、なんか宇宙に対応してなんかミュータントドッグみたいになってそうですけどね月のこう石とかを食って生きれるようになったりとかしてうんうんうん。うん。スマホ世代から見たらね、送信劇のテレビ電話、ね、あ、もうモニターがまずあれブラウン管なのかな？ね、なんか異常なでかさですよね。ね、公衆電話くらいのスペースを使ってますからね。うん。ね、その割にはその、なんだろう、コントロール装置というか、それは割と小型化されているという難しいね、そのサイズ感をしてますよね。うん。うんうんうん。ね、YouTube と X と Instagram やるようなアンテナかもしれない。ね、あれ、宇宙で SNS って使えるようになるんですかね。ね、大変ですよね。宇宙飛行士とかね、うっかりそろそろ寝るかみたいな、明日も任務があるし寝なきゃっていう時に、さーって寝る前にスマホでインスタ見ようとか、TikTok 見よっかなとか言って、結局朝まで寝れないとかね、なったら困るだろうからね、あえて繋がないっていうところもあるかもしれないですけど。うん。さあさあさあ。で、まあ一応他の気になったところで言うと、こちらね、水資源ですね。さっき言ったようにそのコーヒーは入れられると。で、ことはまあ水道もあるだろうし、まあその火の問題、まあその辺は多分何らかのその燃料を地球から持ち込んでっていうところでいけると思うんですけど、水はどうなんだと。いうところで、まあ、もちろんそのある程度地球から持ち込んでいるというね、のはあるでしょうけど、あるあるいはその、ね、例えばそのトイレとか
ので出た水をリサイクルしてどうにか賄っている。でもそれだけでも足りるのかと思ったんですけど、なんか調べてみるとその月ってね、まあ水の状態、液体の状態でのその水っていうのはないんですけど、氷はあるらしいと。ちょうど月の、まあなんだろう、北極の方というんですかね、氷がね、ある程度溜まってるところがあるみたいなんで、なんかその氷から生成してるのかなとね、いうのも考えられる。いずれにしてもその嗜好品というかね、コーヒー入れて飲めるぐらいの安定したね、潤沢な水はあるわけですから、そこのテクノロジーはちょっと謎だなというところはあります。で、あの案外そのね、このさっき出したこの辺の設備、まあ、この司令塔であり、まあ、あるいはこのね、カタパルトであるとか、そのブースターであるとか、これっていわゆる今の宇宙ステーションみたいに、なんだろう、打ち上げて、例えばこの司令塔自体をでかいロケットに乗っけて、バーンって運んでくるのができるサイズ感じゃないような気がするんですよね。こっちもしかりですけど。なので、建材をまず持ち込んで、で、現地で組み立てするっていう形で、作られてる基地なのかな。で、さっき言ったように、ある種、仮設基地っぽいというか、がっつり建物を建てましたっていうよりは、とりあえずこういう形で、あの、まあ、何らかのその要になる施設を作ろうっていう感じ、仮設基地っぽいイメージがこの見た目からあるんですよね。実際その探査用の基地だから、月面を探査するということはまだがっつり開拓できているわけではないと。やっぱり前線としての仮設の基地っぽい印象が結構あるんですが、その点で言うと、うーん、もともとね、この辺を考えてる時に思ってたのは、いやいやなんか探検用の基地の割には結構がっつり建築してるなと。ね。なんかそこがちょっとツッコミどころなのかなと思ったんですけど、でも現実の世界でもね、例えばジャングル探検とかね、アマゾンの秘境をみたいな時に行く時でもですね、なんか結構欧米列強がこうガーっていた時に、とりあえず海辺のところに前衛基地みたいな、ね、建物建てたりするじゃないですか。自分のとこの国から建材持ち込んできて。だからそんな感じで、まだまだ月は開拓している途中だけれども、一旦その拠点として作りましたみたいな。なんかマインクラフトでいうところのとりあえず豆腐型の家で建てましたみたいなね。とりあえず作業台置いとくかみたいな感じで作ったような基地なのかなと。だからこの世界でさらにその宇宙技術月面開拓みたいなのが進んでいくとしたら、この形でどんどんこう増えていくみたいな感じではなくて、これと同じようなのが横にもう一個できてとかっていう形ではなくて、ちゃんと定住用の開拓した後用の建物みたいなものが作られていくのかなという予想というかね、なんか妄想をしたりとかしています。はい。うんうんうん。ということで、月の裏側にはナチス、アイアンスカイとサメ、ムーンシャークがいるに決まっている。ね。ね。定番っちゃ定番ですよね。なんだろう、アイアンスカイだけなのかな、なんか、何ナチスの残党って偏在するよね。どこにでもいるっていうかなんか困ったら B 級映画の敵役ナチスの残党でいいかなみたいな感じがある気がしますけどね。うん。なるほど。あ、アニメでは宇宙でも生配信やってる。なるほどね。そういう時代も来るかもしれないですよね。そう。宇宙の迷惑系 YouTuber とかすげえ嫌だろうね。ね、ちょっとこの宇宙船の窓開けてみたいと思いますみたいな。ガバッドーンみたいな。迷惑の規模が変わってくるだろうけどね。うん。なんか、宇宙の原生生物をなんかいじめてるやつを成敗する系 YouTuber とか出てくるんだろうね、きっと。ね、宇宙食を勝手に食ってるやつをなんか捕まえる YouTuber とかね。なんか、なんだっけ、自分たちで逮捕しちゃうぞみたいな。
ね、やつとか出てくるんだろうな。うん。うんうんうん。あ、原子力発電で、原子力発電というか、水素を使ってっていうとこですかね。どうなんですかね、その水素、そう、設備を見ると、まあ、なんか怪しげなのはあるんですよね。この辺の奥のなんかこれとか、ね。なんか何をやってる施設なのかわかんないけど、なんかやってそうじゃないですか。これだけあって、いや別にリビングですとかないじゃん。こんだけ意味深にこうど真ん中にあって、いや普通にテレビ見る部屋ですけどねみたいなことないと思うんで、この辺でなんか水生成みたいなね、あの月面だったらその大気中から水素をね、生成してとかいけるのかな、っていうところでなんかこうね、水を科学的に作り出してるって可能性もあるかもしれないですよね。うんうんうん。あ、はいはい。ウルトラ系の作品だと宇宙ステーションでも当たり前のようにコーヒーを飲んでいるシーンがね。はい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 。でもそうだ。思い返してみると、思い返してというか、まあ、この配信前に改めて怪獣送信劇の中のね、そのコーヒー飲むシーンを見返したんですけど、カップがね、若干小さいんですよね。結構、日常で使うようなマグカップじゃなくて、あのいわゆるエスプレッソとか飲むような、あれよりもちょっとでかいぐらいかな。縦にちょっと長いくらいの小さめのカップで飲んでるんですよ。だからまあ、その点も一応、まあ、自由にコーヒー入れることくらいはできるくらい水分豊富だけど、一応節約はしておこうねみたいな。ね、ちょっと少なめのコップで飲みますみたいな、そういうなんか、リアリティの出し方というか、ね、その現実に寄せてる部分なのかもしれないですね。うん。そうそうそう。だから当たり前に飲めるってことは、ウルトラ世界の方が水生成技術は進んでるのかもしれないね。うん。まあ、ウルトラ水流とか出せるくらいだからな。まあ、あんまりそこと関係はないかもしれないけど。うん。そうそう。ね。それから水素と酸素から人工的に水を作る技術。ね、あるかもしれないですよね。うん。あ、敷島の遠い子孫が宇宙戦争での特攻から逃げ出してもここに着陸できる。ね、うん。何がここだと浮かんでくるのかわかんないですけどね。ね、なんかこう、宇宙のこの地面からなんか変な魚が浮かんでくるみたいなね。うん。うんうんうん。あ、そう、アークでもそうですよね。うん。最初に作るのはトークハウスで、とりあえずドードを捕まえてみたいな。えーうんうん、妖精ゴラスの事件も、経た後の世界と考えればこんなことぐらい朝飯前やと。ね、確かにあれだけできるんだったらね、うん。妖精ゴラスだったらもうそもそももっと遠く外宇宙まで行ってるから、うん。そうそう、月面基地なんて楽勝じゃないのかっていうね。うん。えはい、ここにドンキとかマクドナルドとかスシローとか、ホビーホープとか作ろう。ね、マクドナルド犬地場に作りそうですけどね。実際に月面に基地ができたらね。うん。まずはマックでしょみたいな。ね。当社は進出しますみたいな。うん。うんうんうん。あ、小規模の基地なら太陽光発電で十分のような気がする。なるほどなるほど。ね。確かに、発電量もある程度安定するでしょうしね。地球と違って、まあ多分雲はないだろうから、ね、雲が生成できるような濃さの大気ではないような気がするので、日照時間も割と、なんだろう、確保しやすいというか、ところもあるかもしれないので、その可能性があるかもしれないですね。うんうんうん。ね。はい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 。カップの大きさにそこまでの意味がありますかね。どうせ撮影させの私物でしょ。でもあれですよ、サイズ全部揃ってましたよ、確か。うん。でもなんだろうな。どっかのご家庭のなんかティーセットみたいなやつを持ってきたのかな。ね、割と少ないですけどね。うん。カップの大きさから見る飲めるコーヒーの量割と少ないと思うんですけど。うん。うんうん。好きだけど水をめちゃめちゃ使ってみた。ね、もう頭とかもう4回ぐらい洗うんだろうな。やべえ、全然汚れ落ちねえよって。ちょやめてくださいよみたいな。なんとかさんって。そんなに水使っちゃやばいですってって。うわ、気持ちいいっす。うわーって。なんかモザイクがかかったなんか月面の偉い人が来て「何をやってるんだお前ら!」ってすげえ怒られるんだろうな。うん。うんうんうん。はいはい。あ、水分をコーヒーの状態でしか、持ってきてない。いや、利尿作用やばくないそれ。水分コーヒーしかないって、なんだろう、海の上で
海水飲むみたいなさまあなんかあっちはその逆の効果ですけど、その水分を保持しすぎるっていうねあれですけど、全部出ちゃうよね、コーヒーだけだったらね。ね、そういう時に限ってコーヒー飲めないタイプのことがいるんだろうな、きっと。私ちょっと苦いのがもうカフェインが過敏でみたいな。それ事前になんか審査するのかな、カフェイン飲めますかみたいな。ちょっとうちの宇宙ステーション、月面基地はですね、水分がコーヒーしかないのでえってコーヒーしかないんですか、普通のミネラルウォーターとかないんですか、いや、ちょっと設備の問題でちょっとコーヒーしかないんですよね。すいません、ちょっと自販機がコーヒーしかなくていや、自販機あるんだったら水道っていうかもの入れる前の水くださいよ。いや、ちょっとそれがちょっとね、こちらの都合でね、ちょっと自販機の問題で自販機入れるくらいなら普通のウォーターサーバーとか入れればいいじゃないですかってね、なぜちょっとコーヒーしかないんでみたいなことになって、なんかこうあるんだろうな、こういう審査というか適正検査みたいなのがね。重力の関係でカップの間口が広いと液体が安定できない。ああ、なるほどなるほど。それはありえそうですね。いわゆるその宇宙船の中、月面じゃなくて完全に宇宙空間の中だとね、よくありますけど、水がこう宙に浮いちゃってみたいなのがあると。だからそう考えるとあれですよね。月面のこの基地の中でも重力は至って普通だったと思うんですよ、描写から見るに。だから何らかの重力発生させるその装置というか、あれもあるんでしょうね、きっとね。この感じで重力発生装置ついてるんだね。いやなんかね、そんなすげえもんがあったらもっとこうデカデカと出しそうな感じもしますけどね。あるいはなんか磁石で靴の裏にねこうくっつけてとか、そういう方向なのかもしれないですけどね。うんうんうん。なるほどね。人工降雨技術は発展してるかもしれない。水生成は、そうか、大気のない場所でもやれるぐらいに、大気の少ない場所でもやれるくらいにできてるのかもしれないですね。うん。娯楽飯くらいしかなさそうね。ある意味、その、本当の実際の宇宙船の中もそうですよね、多分ね。うん。うん。はいはいはい。軍艦に乗ってる軍人さん、飯が一番の楽しみで。ね、金曜日がカレーになったりとかね。うん。はい。いわゆるだから宇宙関連の博物館で宇宙食のコーヒーを飲んだけど、チューブからゼリーから羊羹、はい、ゼリーか羊羹の間くらいの飲むゼリーみたいなやつと、なるほどね。今はまだ、リアルの方だとまだそのゼリー状に固めてっていうところが、メインというか主流なんですかね。といったところでね、いろいろこの画像とかだけでもかなり妄想が膨らむ、デザインですよね。重力発生装置や磁場を使うよりも、服や日用品を地球の6倍の重さにする方が確かにねね、その方がね、筋力も落ちないだろうしね。ね、6倍の重さの服って何で編めばいいんだなんだかすげえ重たい金属で作ったなんか針金みたいなので編むのかなやだな、肩凝りそうだな暮らしづらいなって感じするかもしれませんけど。金曜日はカレーの日、それ以外はコーヒーの日金曜しかまともな飯が食えないガリガリになっちゃうね、みんなね。はい。じゃあそんな感じで、怪獣送信劇に登場した月面基地のお話でございました。で続いていきましょう、こちらですね。ガメラ対深海怪獣ジグラにおける月面基地でございます。こちらね、そうさっきと対比して考えるのも面白いかなと思うんですけど、深海怪獣ジグラがですね1971年公開なんですね。でさっきのその怪獣送信劇の方の基地はちょっとその前衛基地仮説的な意味合いがあるんじゃないかなっていう感じがしたんですが、対ジグラの冒頭に登場する基地ですね。これちょっと拡大しておきますけど、こんな感じなんですよ。この左側にこうでかいパラボラみたいなのがあって、こんな感じで、ここに建物があって、ロケットがあってっていうね。で、これちょっとジグラの円盤が来ちゃってるシーンなんですけど、はい。こんな感じになってる。なので、もうかなりその根を張ってると言いますか、がっつり建築をしてるっていう基地なんですよね。もう仮設基地の状態ではないと
で、まあ劇中のそのセリフにもあるんですけども、日本が宇宙開発のために設置した基地ということになって、もう日本もっていうふうにこの劇中のナレーションのねセリフではあるので、もう諸外国、アメリカ、ロシア、中国とかかな、わかんないけど、ある程度その辺の他の国も進出していると、この月面に。っていう形なので、ある程度というか、かなりその月面は開発された後の世界なんですよね。この深海怪獣ジグラの月面基地と、深海怪獣ジグラの世界観っていうのは。はい。ね、それを踏まえて考えると、やっぱりね、こう、がっつりとね、腰を据えてというか、開発していくぞっていうね、やるぞっていう感じのね、意気込みが感じられる規模感、広さな感じがしますね。はい。うん。で、一応ね、この設備の話なんですけども、先にじゃあちょっと文章だけ読んじゃいましょうかね。地球方向に向いたパラボラ2機、それから発射体制のロケット。これでなぜ発射体制っていうふうに書いたかっていうのはちょっとこの後また話しますけれども、いつでも発射できるような体制のロケット、これが支柱なしで待機している。ね、普通アポロとかだとね、その発射直前までこう横に柱みたいなのがあるじゃないですか。なんかそこ自体での乗組員が乗ったりとかするんですけど、この支柱がない状態で待機している。ね。で、やっぱり仮設基地ではなくしっかりと地表に基礎を入れて、がっつりちゃんと作りましたっていうような外観をしているということでございます。はい。改めてご覧いただきますと、えー今言ったパラボラですね。こっちに1個。で、ここにね、もう1個ある。ね。もうちょい拡大した方がいいかな。ここにもう1個ありますね。で、ここにロケットがあると。はい。支柱がない。発射できる体制であるというところ。はい。なので、がっつりその、怪獣送信劇の方の、アンテナだけで、ね、アンテナというか、その、司令塔の上にちょっとこう電波塔みたいなものが立ってるっていう形ではなくて、もう2機のパラボラを使って、これがもう地球の方向に向いてるのが分かると思うんですけど、この2つを使って安定的に通信をしようという、施設がもうできてるという世界観になってるんじゃないかなというところですね。あとこれ、そう、画像を引用してね、予告編から映像を止めて持ってきた画像なんですけど、このアングルをなんかうまいなと思ったのが、これちょっとその月面基地の話から外れて、ちょっと特撮ミニチュアの話になるんですけど、要はこの手前にあるガッとあるパラボラ、これをかなりこう細かいディティールまで作り込んでるのがわかると思うんですけど、これがこう手前にあることで、奥にあるこっちのミニチュアのリアリティが増す効果があるんじゃないかと思うんですよね。なんかよく、アニメの手法とかで、特撮の手法でもありますけど、手前に映るものを精巧に作っておいて、これを印象づけると。で、後ろにあるものも同じものですよっていう風に、思わせるというか、見立てるというか、そういう技術あると思うんですけど、なんかそれがうまく活用されてるかなという感じがします。はい。このシーンに入る前にこのシーン入る前に、こっちのセット、こっちのね、宇宙基地、月面基地のセットを、これ単体で上から撮るシーンがあるんで、あんまりその、効果活かせてるかちょっと疑問ではあるんですけど、ね、先にこのシーンを映してから、こっちの機種を上から撮った方が良かったのではっていう風に、素人考えながら思ってしまうんですが、ね、このカットいいですよね。うん、リアリティが増してる感がある感じがします。はい。さあさあさあ、ということで、一応概要がこんな感じですね。はい。ね、特別あつらえのね、基地です。ね、迷惑系 YouTuber かな、ジグラ。では、これから地球人の月面基地をぶっ壊そうと思います。やっちゃうぜって、ちょっとみたいな。なんだろうね。なんか、ジグマリュウさんみたいな。ジグマリュウさんやめてくださいよって。
ね、なんかその後になんかね、奈良でなんか県議になったりするのかなわかんないけどうん。うん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 。この映画のあんだけのシーン何を語れってね、本当に序盤の数分ですからね、出てくるの。ね、この序盤の数分のシーンを確認するために、僕はアマプラでね、ガメラ対ジグラをレンタルしてますから。ね、結構ね、面白いですよ。やっぱ序盤のシーン改めて見るとね。アマプラの方にある映像だと、このシーンね、ちょっとまた後で話しますけど、ジグラの宇宙船から攻撃を受けて、この辺ね、爆発するんですけど、その後に、なんか月面探査車みたいなので、ちょっと逃げようとするシーンがあって、で、なんかね、僕の記憶だと、この映画の月面探査車が動くシーンって、がっつりなんかピアノ線見えてたような気がするんですよね。僕の記憶だとね。そんな記憶があるんですけど、改めてアマプラの方に配信されてる映像で見ると、それ綺麗に消えてるというか、まあ見えないですよね。うん。どっちが、この記憶が正しいのか、それがもともと別に見えてなかったのかちょっとわかんないんですけど、うん、なんかそういう、ね、案外見返してみると印象が結構変わるなというところもありますね。うん。うんうん。基地作れるのは日本、ソ連、アメリカとか欧州のね、先進国だけなのかな。ね。まあ、多分、ナレーションベースで言うと、まあ、これくしくもその怪術送信劇と同じで、20世紀の終わり頃っていう風に言ってるんですよね。だから、で、そのナレーションから見るに、最近やっと宇宙開発、ね、宇宙旅行に乗り出しましたみたいな感じなんで、まずはその先進国なのかなという。うん。うんうん。深海怪獣なのに始まりがいきなり月に来てというね、矛盾点。ね。しかも割と、あんまりこの後、その月面基地の破壊に関してそこまで言及ないですよね。その後すぐに地球各地で地震が起きるようになっちゃって、そっちの方への言及は多かった気がするんだけど、うん。月面基地が破壊されたこともかなりの一大事だと思うんですけどね。うん。うん。ね。このセットも鴨川シーワールドにあるんですね。すごいな。ここもそうなんだ。そっか。鴨川シーワールドのスペースエリアとかあるのかなね。宇宙シャチとか出てくるんだね、きっと。なんか宇宙シャチ、宇宙ペンギンとかがこう出てきてね、なんか銀色のシャチとか出てくるんだろうな。うん。うんうんうん。ね、この基地ではゴジラ映画を見ることは禁止されておりますね、多分こっそり隠れて見るやつとかいるんだろうな。うん。うんうん、グビラはしっかりと深海怪獣として海底基地を襲っている。なるほどね。うん。そうそうそう。深海怪獣なのにまずは宇宙基地を襲うっていうね、ちょっとこう外しというかね、セオリーに飲まれないぜっていう。うん。うん。基地作った人、ロケットに支障がないのはさ、月面重力小さいし、最悪コテンとなってもね、ほら、ね。まあまあいけるだろう。ね。うん。でも実際あるかもしれないですね、その説。重力が低いから、なんだろう、このミニチュアでは表現しきれてはいないけれども、そのすごく小さいとか、あるいはすごく細い支柱で済むみたいな、ね、根元の方の固定だけで全然大丈夫ですみたいな可能性もあるかもしれないですね。うん。うんうんうん。ね。人間の黒歴史がわかる。月には結構そういうなんかいろんな作品の逸話がね、エピソードが入ってきますよね。うん。はいはい。ラドのリマスター版でもピアノ線が一時期消えてました。あ、はいはいはい。なんか何回か配信でも話してると思うけど、あえて残したみたいなね、話もあったりとかしますよね。うん。うんうん。宇宙旅行に来た地球人を怒鳴ってみた。おらーお前たち、何やってるんだね、蹴るんじゃないそれをなんか、そんな感じのね、ことやってるのかもしれない。はい。でですね、まあ一応気になったポイントということで、いくつかお話ししたいんですけれども、まあね、さっき言ったその月面探査車なんですけど、この映画さっき言ったように1971年なんですね。で、実際のアポロ計画で、その月面探査車、まあ、月面車か、が使われるのって、もうちょっと後なんですよ。71年、69か、アポロ11号が。で、アポロ15号くらいで初めて月面車が使われることになるので、まあ、事前にね、そういうのを開発してるっていう情報はあったんでしょうけど、まあ、実際に使われるよりも早く、この
映画の中で、月面車っていうのが登場しているという、そういうちょっとある種先取りしてる部分というのもあったりするっていうのはやっぱすごいなというところがありますし、でさっきねそのロケットを常に発射できる状態でね設置されてるっていうのは、なんでかっていう話なんですけど、ジグラによって攻撃を受けたロケットが爆発してるんですね。これ、なんだろう、ジグラの光線がそういうものを爆発させる、ね、作用を持ってるって見ることもできるんでしょうけど、にしてはちょっと爆発の規模感がおかしいだろうと。ね、多分これは燃料を搭載した状態で待機してるはずだというふうに考えました。なぜそう考えるのに至ったか、ちょっとなぜそう考えるのに至ったか、画像を見てもらえればね、納得すると思うんですけど、一応これあれですね、その月面基地のアップのシーンですね。はい。左からちょっと光線が飛んでますけど、こういう感じで設置されているという画像があって、これですね。ちょっと画像を大きくしとくか。よいしょ。こんな感じで、ロケットにジグラの宇宙船から攻撃がピュッと飛んでると。はい。で、この攻撃を受けて起きる爆発が、これ。これちょっと、気づいた時にちょっと笑っちゃったんですけど、爆発の規模がでかすぎると思うんですね。ね、縮尺がね正確なところ分かんないから、このジグラの宇宙船が飛んでるあたりがどのくらいの高さなのか分かんないんですけど、こんな爆発するんですよ、ロケットが。でこれだけ爆発するってことは多分おそらくロケット本体の中にも燃料満載してないとこうはならんと。ね、中が空っぽの状態でここまでは爆発してんじゃないかなという気がするんですね。だからこそ、いつでも発射できる体制になっていると。あるいはこの映画のこのワンシーンのためにね、この映画のシーンの時にたまたまちょっとロケット発射しなきゃいけない事情があって、発射体制で待機してたみたいなところがあったのかもしれない。はい。エミリウム光線みたいに、威力や作用を調整できる。なるほどね。そう。なんだろう、その威力がいくら高かったからといって、ここまでの爆発が起きるということは、その炎の触媒になる燃料みたいなものがないと広がらない気がするんですよね。うん。ちょっとあまりにもこの爆発の威力がでかすぎてこれは絶対なんか入ってるだろう中にという気がねするわけです。はい。ね、ビームと爆発がものすごい矛盾が生じているなね。探査車に乗っていたというお姉さん出てこないけど、月面基地での、月面着陸での服を含めたら一体何回着替えているのかなと。ね、確かに。そうか、あの車の中に乗ってたっていう、そうか、そういう展開でしたね。うん。うんうんうん。重力小さいから爆発したらどこまでも飛んでいきそうだし、確かに。飛び散ってるその粉塵というか、砂みたいなものは重力が弱いからこそこんなに吹き飛んでるわけですね。うん。そう、ただですよ、爆発ってその単に燃料があるだけではこういう形にならないと思うんですね。要はこの炎が上がってるわけじゃないですか。で、炎っていうのは結局その酸素と反応しないと起きないのではないかなと私の拙い知識の中で思うわけですね。でそれを踏まえるとこの後これ基地も爆発するんですよ。でその基地の爆発見るにやっぱりすごいでかい炎が上がってるんですね。だからそれを考えるとさっきのロケットもそうですけど燃料だけではなくて大量の酸素もこの貯蓄というか備蓄してるんじゃないのかなというふうに思うんですね。それ液体酸素の形のようなものになってるものが爆発事故破壊によって一瞬でパッと気化してそれに引火して爆発が起きてるんじゃないか、ちょっとまた画像をね出そうと思うんですけど、さっきのこのシーンですね。こうやってビームがピーッと飛んでくると。でこの後爆発するんですけど、ここですね。そうまずビームが当たったところがバーンとなるとね。なんかこの時点ではまだオレンジではあるから酸素と反応してるんだけどなんか
まあ少しは納得感があるというか、まあこんな感じかなというところがあるんですけど、次ですね、こちら。はい。このビームが当たったところじゃないこっちにも誘爆してるんですよ。ね。これが起きるとなると、やっぱりなんかこう、この基地の中にも何らかの燃料とか可燃物みたいなものがあって、しかも酸素も備蓄しちゃったからこそ引火していく。で最終的にこの基地、ここまで吹っ飛びます。もう全部が燃え盛っている。ね、これはもう絶対に酸素と反応してるんじゃないのかっていう、ね、気がする、もう地盤ごと動いてるようなね、感じで大爆発を起こしてるんですね。これはもうその、中に入って中にあるこの基地の中にある可燃性のものプラス酸素、これが反応しているということが、言えるんじゃないかというところですね。はい。うんうんうん。そうか、ひょっとしたらロケットじゃなくて酸素タンクだったんじゃと。ああ、なるほどね。パッと見ロケットに見えるけれども、そうですね。これで、そう、一応拡大したのを持ってきたんですよ。はい。ロケットのように見えるけれども、ね、酸素タンクかもしれないという。ね。そう考えれば、別にこう支柱がないっていうのもね、まあ、ある種納得できますよね。飛ばすわけでもないし。うん。なるほどなるほど。はいはいはい。うん。大英の宇宙では爆発するんだよ。スター・ウォーズ理論ね。うん。僕の宇宙では音が聞こえるんだみたいな、ね、ジョージ・ルーカスが言ったっていう。うん。うんうんうん。マグネシウムに引火すると火花がすごいから似たような、建材があって引火燃焼したとか。なるほどなるほど。そういうある種その酸素に頼らないというか変色反応的なところでね、そういう色味が出たのかもしれない。なるほどね。マグネシウムか。うん。まあなんかこの世界ではそういう特殊な金属みたいなのができてるのかもしれないですね。うん。うんうん。平成ウルトラセブンでもまあ壊滅する話があるけど、ここまで派手な爆発ではない。ね。なるほど。もう何回も出すけど、ここ笑っちゃったんだよな。あまりにもなんかね、でかすぎるこれ。ってだってこの直前のビームこれですよ。だって笑っていいもんかわかんないんだけどね、このピュイーンっていうこのねビームからここまで行くからね。ね、このやっぱ宇宙ステーション、月面基地、このね建物、まあさっきも言ったように縮尺わかんないですけど結構大規模なでかさに見えるんですよね。で、まあでかいと思うんですよ、この建物。この建物の、ざっと3倍ぐらいのところまでこの爆煙が上がってるっていう、このね、爆発の凄さ。ジグラのその科学力というか、攻撃力がすごいっていうところもあるんでしょうけど、ね、こんな行くかっていう風なね、感じがして、なんか面白いんですね、妙にね。うん。うんうんうん。もともとジグラさんが攻撃したら大爆発するロケットだった。それ用のってことね、じゃあこれちょっとジグラさんが来た時にね、攻撃してもらうロケットだから爆発するようにしとかないと。それ用の準備だったのかな。うん。うんうんうん。なるほどね。予算を使い切ろうと。あとはほぼほぼロケですからね。ロケシーンとね、シーワールドのセットさえあればいけるからここに力を込めたのかもしれないけどね。うん。はい。一応ちょっと続きの部分もね、読んでおきましょうか。さっき言ったように、ロケットからね、なんでしょう、その支柱がないというところもありましたけど、ロケットまでの通路とか、こう搭乗口も見当たらないですよね。で、パラボラから伸びるケーブルっていうのも見当たらない。ね。基地のこの様子を改めて見るとですよ、何らかの通信をしてるわけですから、この辺とかこの辺から、こう、基地部分の方になんかケーブルが伸びててもおかしくないと。で、あるいは、ロケットだとして、ね、乗り込むための、通路なり、ね、なんか乗り込み口なり、そういうものもなんか見当たらないと。ね。だから、なんだろうね、ちゃんとつながってない。ね。ロケッ
トに乗るってことを考えると、やっぱ基地の中から直で通路つないでいきたいよなーっていう感じもする。わざわざここでこの月面車を使って移動するっていうのも、なんかちょっとね、手間なような気もしますし、せっかく作るんだったら通路つなげるような気がするんですけど、多分これって地表に出てないだけで地下にこう埋没させて移動するような形になってんじゃないのかなという気がしますね。まあそうなるとこのねバカでかいこの基地、ここはなぜ地表に出ているのかっていうところもありますけれども、まあなんか観測用に出してるとかなのかな多分。ね、はい、生活排水との処理施設でメタンガスを充満し、ああ、なるほど、なるほどね。あ、ジグラ的にはちょっと焦がして脅かすくらいを想定してたのに大爆発しちゃって、後に引けなくなり、地球侵略に漏れした説をおっしゃい。本当はちょっと、なんか、ウィーみたいな感じで、軽くご挨拶みたいな感じでやろうと思ってたのに、思いのほか大爆発しちゃったから、これちょっと、冗談じゃ済まなくなる。もうやるしかないかって。なんか軽く小づいたら死んじゃったから死体埋めるみたいなことなのかな。ね、やめろよ話せよボンってやってなんか突き飛ばしたら後ろに転んで後頭部打って死んじゃって、あってこうなったらもうやるしかねえとか物取りの犯行に水かけろみたいな感じの、勢いだったのかもしれないですね。ね、基地内に移動するたびに宇宙服に着替えないといけないとか、なんかそうなっちゃいますよね。こっからここに移動するためにね、いちいち着替えなきゃいけないのかみたいな。ってなっちゃうから、地下にこう、通路があるんじゃねえのかなという。日本政府、予算がなかった。なので、作業員たちは馬車馬のように頑張ってほしい。ね、ワークライフバランスを一切無視して一旦捨てますということで、ね。ね、もう私たちがやりますっていう話ですけどね。例のそれの発言はね。そう。この宇宙基地の人たちにワークライフバランスを捨てろっていうのはもう完全にブラック月面基地ですから。まあそんなところでね。あともう一個疑問だったのはロケットね、なんか小さい翼ついてんですよ。はい、さっき見せた画像にもありますけれども、これね拡大したやつですが、ここなんかね、一応ちょっとなんか申し訳程度に翼ついてんですよね。で、多分こっちにもあんのかな。これがこの角度からだと、いわゆる十字方向というか、この右左奥手前にこう4つ翼がついてる形なのか、単にこれが尾翼的なパーツなのか、ただの影なのかっていうところが分かりにくいんですけど、まあなんか何かしか翼がついてると、ここと、こっちにもあると。なのでワンチャン大気圏内を飛べるくらいの、飛ぶこともできますよっていうね、そういう宇宙船なのかもしれないですけどね。なので結構そういうふうに考えてみると、このね宇宙ステーションじゃなくて月面基地、いろいろこう細かいところを見てみると案外いろいろ妄想できるなというか、ね、案外いろいろね作り込まれてるんだなとね。最初の数分ですよ。ね、この後ね、全然本編続くし、ここ出てこないのにもなんか結構作り込まれてんだなとね。さっき話したアングルのね面白さうまさっていうのもありますしね、案外ねジグラですから、対ジグラですから、予算関係でいうともうカツカツですよ。ね、もう大英配給じゃないんですから、この作品はもうそれくらい切羽詰まっているような状況だけど、かなりの工夫でね、工夫と読み取れるかわからないけどいろんな要素を多分入れてるんだろうなという感じがして、なんか制作側の思いみたいなね、宇宙のロマンを子供に伝えるぜっていうね、やっぱガメラ映画特有の子供に夢を持たせようっていうね、なんかそんな感じの空気感が感じられて結構いいなと、いいミニチュアなんだろうなというふうな感じがいたしました。はい。ということで月の重力は地球の6分の1だから
仕事の大変さも6分の1、つまり休憩時間も6分の1で済むはず。恐ろしい理論だ。恐ろしい。ね、あんまり普段の自分の職場には適用してほしくないですよね。ね、なんか人員がもう一人増えるんだから休憩時間は半分でいいだろうみたいな。適用してほしくないな。うん。うんうんうん。ね、地球の文化は学習してる。たまや、ね、花火をあげてあげようと思ったのかな。うん。良かれと思ってやったんだろうね。うん。まさかこんなことになるかもっていう。うん。うんうんうん。物質運搬用かもしれない。はい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 。取り出したり、入れるときは切断するとか。なるほどね。なんかそういう施設として使われてるという。うん。この辺ですかね。この辺でなんかやってるんでしょうね、きっと。こう、なんやかんや作業をね。うん。それからロケット作って翼つけたくない人間がこの国にいると思いますか？いや、わかんないじゃないですか。ね、うん。でもなんかロケットって言うとやっぱちょっとね、申し訳程度につけてほしいところはありますけどもね。うん。うんうんうん。怪獣大戦争ですけど、P15 も飛べるのか。ね、怪しかったけど。うん。そもそも深海怪獣なのになんで宇宙から来るんだと。ね、そこも突っ込みどころではありますしね。うん。ね、うん。まあ、でもなんか、ある種その、お約束的な翼がついてるんだから飛べるでしょみたいなね、みんなそう思うだろみたいな感じのところなのかなっていう気もしますね。うん。この後はずっとシーワールドね、そのね中でこうせめても、やっぱさっき言ったようにその71年ですから、まだまだそのまあねアポロの衝撃冷めやらぬというか、これからは宇宙時代だみたいな時のその時代の子供に向けた映画ですから、やっぱちょっと宇宙は欲しいよねと。ね。まあまあまあその、対バイラスか。対バイラスもまあ宇宙空間がちらっと出てきますけど、バイラスが、1968年か。まあアポロ打ち上げ、アポロ11号の打ち上げの前年になるのかな。まあほぼほぼ近い時期と考えると、やっぱその後確かジャイガーになるのかなっての次だから、そろそろ宇宙出したいみたいな。でせっかく宇宙出すんだったらもう月面も出すしかないみたいな。子供たちのためにちゃんと作るぞみたいなところでできたのがこのセット、まあ、ミニチュアだったのかなと、いう気もしますね。はい。うんうんうん。うん。はい。好き作業隊の歌。休みの数、給料、離職者、何を取っても奪わすと。うわ怖いな。嫌だな。働きたくねえな、そこで。はい。ということでね、子供たちの夢と大人の厳しい労働環境が垣間見える、ガメラ対ジグラのね、月面基地でございました。はい。ということで、まあ、そんな感じで2作品の月面基地を紹介しましたが、いかがでしょうかと、いかがだったでしょうかというところでですね、本日の配信は終わりにしたいと思います。さあ、ということで、1時間ちょいですね、長い時間のお付き合いありがとうございました。また来週の水曜日夜9時からの配信でお会いいたしましょう。ということで、高倉和也の怪獣歌話生配信でございました。ありがとうございました。さよなら。